こんばんは、石原まことです。今日も元気でいきましょう。ちょっと待ってくださいね。I know. It's just that I think last two times I told him no because I knew that I would have other stuff. どうもお待たせしました。ちょっと忘れ物をしてました。今日はいい天気ですね。今現在21時12分ですか。11月の11日月曜日ですね。寒からずというしのぎやすい天気になっております。11月11日月曜日で、今日ご存知のようにですね、臨時国会において、石破さんが、総理に再任されました。玉木さんが死刑、石破さんと野田さんですかねの決選投票で、予想通り石破さんが再選されて総理の座につきました。でもね、絶対、いわゆる過半数を割ってる自民党のことですからね。総理に再選さんとしても今後の国会運営のね、政局運営においてですね、またごたごたがあってですね、やがては石破さん退陣ということになるでしょう。その時期についてはですね、来年、予算編成の後とかですね、今年中にというような、いろんな意見が出ておりますけどね、どうなのかまだ分かりません。いずれにしても石破さんの退陣は間近であるということは確実に言えると思いますね。ところで私はですね、しばしば言っておりますけどね、自民党の凋落解党こそがですね、日本を救うということで、しばしばね、この YouTube でも皆さん方にご意見を述べさせていただいております。自民党はですね、反日売国勢力の総本山であり総司令塔なんですよ。と思われる方もいます。自民党保守政党じゃなかったっけな。しかし最近随分と左負けになってきたんだけど、いずれにしても共産立憲とは全くね、異なり、保守政党の部類に入るんだろうという方もいらっしゃるかもしれない。とんでもないですね。自民党こそが反日売国勢力の総本山権現、総司令塔なんですよ。
今回のですね総選挙によって、自民党は大敗し単独過半数を大幅に割り込んでですね、Guys, like, are you in or are you out? And guys will, I feel like generally guys will show you when 自民党史始まって以来の敗北ではと言われておりますけどもね、この自民党の凋落によってですね、これまで自民党に寄生していた、あるいは自民党に寄り添っていた、寄りかかっていた反日外国勢力はですね、急速にその勢力および影響力を失いつつあります。その典型的な例は、まず私はね、財務省を挙げたいと思います。財務省、これまでね、自民党よりも強いね、とんでもない、省庁の上の省庁、自民党いわば支配をしている兄弟勢力ではないかというふうにお取りになっている方もいらっしゃいますので、とんでもないです。やっぱり財務省というのはね、これまでですよ、自民党という兄弟で強固なですね、規制宿主といいますか、よりどころがあってこそですね、その権謀術数を駆使してくることができたし、またですね、県政を維持してくることができたんです。いわゆる自民党あっての財務省だったんですよね。ですからその自民党という巨大でですね、強固な政主、後ろ盾を失ったことによってですね、この財務省も急速にですね、その勢いを失いつつあります。つまり自民党の凋落は財務省の衰退を意味します。財務省を潰すんだですね、自民党を潰せばいいわけです。皆さん方ね、財務省を潰し、あるいは財務省を解体しようとか、いろんなことをおっしゃっていらっしゃる方がいます。簡単なんですよ。自民党を潰せば財務省は潰れるんです。ですから私はですね、自民党を潰そう、自民党を解党しようということを言っているわけです。自民党は反日売国勢力の総本山であれ、総司令塔だというふうに私はしばしば言っておりますが、その理由の一つはですね、自民党は戦後 CIA によって作られたグローバリズムの傀儡政権なんです。そしてこの戦後80年間ですね、
自民党はグローバリズムの手先としてグローバリズムの指令によってですね、日本弱体化、日本亡国のですね政策を推し進めてきました。いわゆる反日売国行動をですね、この80年間行ってきたわけです。ですから日本が豊かになるとかね、強くなるとか、国民生活が豊かになる、日本が経済発展をするなんてことはですね、夢の夢のまた夢、到底ですね実現することではありません。それが現にですね、この30年間の日本の経済力の低下、そして国際的な地位の低下ということを見れば明らかですよね。自民党の崩壊によってですね、反日売国の野党もまたですね、ことごとくその勢いを失ってやがて消滅していくことになるでしょう。つまり日本の正常化作戦成功ということになります。大いに喜ばしいことですよね。すべては自民党の衰退、消滅ということがキーワードなんです。だから私たちはですね、何があっても自民党を潰さなくてはなりません。戦後 CIA によって作られた自民党はグローバリズムの傀儡政権で、徹頭徹尾この80年間ですね、戦後80年間日本の弱体化破壊化政策をですね、グローバリストの指令によってですね忠実に遂行してきた、これが自民党です。反日売国勢力と言わずして何と言えばいいんでしょうか。本当のですね、日本の反国家制度、反日売国制度はですね、その本命は自民党なんです。共産党とか立憲とかですね、社民とか、弱小の政党があれやこれや反日活動をやっておりますがですね、その大元はですね、裏の方で自民党の反日売国の核と結びついてるんですよ。その司令塔は自民党なんです。それはですね、今度自民党が凋落解党されればですね、そのことが実証されるでしょう。また現在ですね、自民党が凋落の過程であり、解体の道を進んでいるわけですので、その過程で明らかにですね、その自民党の凋落の効果、次第次第に現れております。大変日本にとっていいことですよね。自民党を
過半数 I should be getting somewhere. So he had like he started a 割 new にです job ね in a big 追い込んだことはいいことです。それ以上に and then he was 徹底的にです with ね his career. 自民党をもっと弱体化させ、そしてあわよくは消滅解党させていくという活動をですね根気よく続けていく必要があります。これは日本のためです。日本が米国から独立し自主的なですね国家経営をするためのですねどうしても必要なことなんです。ですから今回の自民党の凋落はですね戦後80年間日本の屈辱的なですね戦後占領下に置かれた屈辱の80年間をですねから解放されるですねめでたい日本の明るい明日をつける合法であるということが言えるかもしれません。自民党の凋落よってですねまずは皆さんがですね手強いと感じていた財務省がまずは勢力を失いつつあります。そして日本を支配し牛耳っていたグローバリストがですね自民党という日本支配の拠点を失って今ねあたふたしております。日本はですね米国を主とするグローバリストからですね解放されそして奴らならず者グローバリストたちをね日本から一斉に駆除し一掃していくということが必要ですね。またそれに伴ってですね共産党立憲民主党その他ですね反日売国の野党もですねその後ろ盾を失って急速にですね勢いを失いやがてはですね消滅していくめでたい傾向に陥っていくと思います。日本が正常化していくとまともな日本に戻っていくということの表れですからね大変結構なことだと思います。私がしばしばで自民党は潰すべきだと自民党の凋落は歓迎すべきだとそしてこの機会を捉えてですね自民党は解党させるべきであるとそこにおいて高い層なかなか優秀な方なんですけどね自民党にこだわるといいますか自民党を中から再建をすると立ち直すというふうな幻想を抱いててはダメなんです。もうすでにね自民党は立ち直れないんです。泥船自民党です。泥船はもう修理できないんですよ。その泥船にしがみついてですね泥船の乗っ取ろうと泥船の
総裁になろうなんていうことはですね、私から言わすと全くいただけない戦略発想と言えますね。高市さんは優秀な人材ですからもったいないですよ。自民党という泥物とともにね、自民党とともに水に沈んではどうしようもありません。いち早くですね、高市さんは新党を立ち上げるなり早く自民党から脱却してですね、自民党とは別個のですね、独自の自由な活動を始めた方がよろしいかと思います。そういう意味ではですね、玉木さんはもともと自民党員ではありませんからね、自民党から独立した自由な立場でですね、今現在思う存分ですね、自民党に時には対抗しながらですね、政治活動を行っているわけです。これは非常にね、いい戦略だと思います。いやもすると次の石破さんに次ぐそうですね、私は自民党の中から出る高市さんではなくですね、自民党を潰した国民民主党という別の政党のですね、党首である玉木雄一郎さんがつくのではないかというふうに予測しております。総理の椅子は誰が引き継ぐか、高市早苗か、玉木雄一郎か。私は玉木雄一郎が今のところ優勢であると申し上げるしかありません。高市さんがその地位を挽回するためにはですね、しばしば追っていっておりますよ。自民党に居座ることではなくですね、早く自民党から独立して新しい活動を始めなければですね、私は高市さんに次の総理の目はないと捉えております。いずれにしてもね、玉木さんであろうと高市さんであろうと次の総理にふさわしい人材ですからね、私はどちらの方がつこうとこだわりはございませんが、ただ高市さんという人材が自民とともに埋没してしまうのはもったいないということを申し上げたいと思います。So it's been so exciting. That was crazy. Who comes to Tokyo after 2.5 years and their boyfriend? 戦後政治史を俯瞰してですね、政治的判断を下すということが大切です。勇気と決断ですよね。あとは政局を見極めていく政治的感性、感覚、そういう意味でもね、玉木雄一郎さんが今のところですね、有利な立ち位置にあるということが言えるかと思います。果たして皆さんはいかがお考えでしょうか。今日ね、臨時国会に入って
初版指名、石破さんが再選されました。しかし石破さんの前途はですね、これからも非常に茨のむしろの上ですけどね、非常に政局運営も難しいかと思います。まあいつね、石破さんがピアス政権を上げ出すかということは分かりませんが、いずれにしても石破さんの後を継ぐのはですね、今のところ自民党の中ではなく国民民主党の玉木さんになるだろうという私の予測でございます。ということで、今日も皆さんお忙しいところありがとうございました。